こんにちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画はボール盤が欲しくてたまらないおっちゃんが激安ドリルスタンドを買ってもやもやしながらカスタマイズする動画です。説明書は文字がなく絵で理解してくださいのタイプでした。部品がバラバラでしたがなんとか組み立ててみると台座の固定部分にクラックがありました。それはさておき、おっちゃんの持ってるドリルでは固定することができないようです。締め付けトルクを可変するダイヤルがあるので固定できなかったです。これでは使えません。Amazon で格安ドリルを注文しました。商品が届くまで時間があるので雑に処理されてる箇所を修正することにします。支柱になってるパイプに針があってめくらのキャップがはまりません。丸型の金属ヤスリで針を取り除きます。パイプの縁が鋭利な感じになってるので手を切らないように怪我に注意しましょう。加工された金属は油断するとざっくり刺さるので本当に注意。それにしても処理が悪いです。ですが2980円なので仕方ない気もします。支柱の針が取れたのでキャップがはまるようになりました。バッチリ。レバーを下げた時に台座が動く感じがするので何か対策をしようと考えてるおっちゃん。ホームセンターで買ってきた鉄材でストッパー的な何かを作ってみます。保管する時に邪魔にならないように適度な長さで鉄材をカット。よく見ると中心の穴に針が残ってます。しかも針があるまま塗ってます。さすが激安ドリルスタンド。しかしクラックも針もおっちゃん想定内です。土台はアルミ製なのでとても軽いです。そして薄いです。なので土台を加工する前にこれ以上クラックが広がらないようにメタルロックを塗り込みます。メタルロックのボンドが食いつきやすいようにワイヤーブラシで足付け。この穴は使わないのでボンドでも大丈夫です。足付けが終わったらシリコンオフで脱し主材と硬化剤を混ぜ合わせます。この時に A 剤と B 剤が違うチューブにつかないように注意します。混ざってしまうとチューブ内でボンドが固まって使えなくなります。おっちゃん経験済みです。数分で硬化し始めるので足付けや脱脂も先に済ませましょう。短時間で行う必要がある作業なので焦らずに。しかし短時間にもかかわらず電話が鳴ったりお客さんが来たり作業中断になることも狙ってるのではとも思ったことがあるおっちゃん的あるあるです。そういえばパテを塗ってる最中に配達が来たり、いえ決して文句を言ってるのではなく暑い日も寒い日も雨の日や雪の日もそして Amazon でセールが始まったりしたり、運送屋さん郵便屋さんいつもありがとうございます。何気なく Amazon でポチッとしてしまったおっちゃんのところに配達しに来たのにおっちゃん留守だったりごめんなさい。少し話がそれました。では作業に戻って。鋳造のアルミなので割れに注意しながら。割れました。ボンドを塗り込んでなかったことにするおっちゃん。この穴は使わないから良いのだ。違う箇所に穴を開けて補強するから良いのだと自分に言い聞かせました。ちょっと台座が浮いてる感じがします。いや浮いてました。なので土台をヤスリで削って調整します。そしてお気づきの方もおられると思いますが小さい万力も買ったのになぜ挟まなかったのかと使う習慣がなかったので目の前にありながら使わず万力は Yahoo のポイントで交換しました。実質0円です。こうやって何回かすり合わせを行ってようやく台座の底が平らになりました。
台座がぐらつくとドリルの刃もぶれるので、これで精度が少し高まりました。さて次はドリルが貫通した時のための穴に金属の針があるので取り除きます。取り除きました。削らなくても使えますが、気分的に削りました。台座のアーム部分にするために切断した鉄材に穴を開けました。そして溶接して強度も高めます。眩しい光に注意してください。しっかり踏ん張ってくれるように慎重に溶接しました。ちょっと盛りすぎな気もしますが気にせずに。ついでにハンマーに折れたドリルビットを溶接。良い感じに使えました。延長した部分が寂しいので、そうめんの箱でちょっとした箱を作りました。そのままだとカビが生えそうなのでニスを塗ります。成分が沈殿してそうなのでよく振ってトレイに塗料を移します。実はこれアイスの蓋です。使用後は燃えるゴミで出します。水性の塗料なので筆も水で洗えて便利です。ペーパーで仕上げしたりもせず、そのままニスを塗ってますが、見栄えは気にしないのでこれでよしです。なのでそうめんの空き箱の柄がそのまま透けて見えてます。小物入れが良い感じに仕上がりました。Amazon で買った激安ドリルも届いたので装着。小物入れもぴったり収まりました。ドリルがつくとちゃんとした工具に見えてきました。レバーを下げてみると、ちゃんと安定してるっぽいです。小物入れには調整や取り付けの際の工具を入れておきます。こうやって自分なりに使いやすいように回収するのも楽しいですね。ということで疲れたので今回はここまで。使用感はまた後日にの予定。ご視聴ありがとうございました。